ク王シャルルと悪女イザボー。そう教科書に書かれた時点で、すでに真実は曇っていたのかもしれません。フランス王シャルル、複姓の妃、イザボード・バビエール。夫の狂気、宮廷の分裂、ブルゴーニュ派とアルマニャック派の抗争。王妃は国を売った陰婦として語られてきました。けれど、彼女はただ、狂気と死の間で一つの王冠を守ろうとした女でした。声高に叫ばず、剣を振るわず、ただ沈黙と署名だけで生きた女王の人生を、今、静かに辿っていきます。このチャンネルでは、語られなかった歴史の裏側と、声なき人たちの人生を静かに描いています。次の物語も見逃したくない方は、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。第1章、花嫁行列と狂気の王。1370年、バイエルンの貴族に生まれたイザボーは、14歳でフランスへと腰入れした。白馬が引く馬車の列。金糸の飾りが風に揺れ、群衆の歓声が広場に満ちる。彼女の横顔にはまだあどけなさが残り、遠い異国の言葉に、戸惑いの色が浮かんでいた。夫となる王、シャルル6世は若く、聡明で、国民から愛しき者と呼ばれていた。しかしその光の奥で、理性はゆっくりと崩れ始めていたという。ある時突然、家臣の名を忘れ、剣を抜いて襲いかかる。またある日には、自らをガラスの人間だと信じ、破損を恐れて歩く姿があった。王妃はその腕を取り、声を上げることなく、ただ一緒に歩いた。イザボーは政治に明るくなかった。それでも王が病に伏すたび、代筆を頼まれ、印象の役目を担うようになる。華やかな王妃としての装いの下で、彼女がまとっていたのは沈黙だった。それは、王に代わって国家の意志を書き記す手としての時間でもある。代理統治をめぐって、王帝たちや有力貴族たちの間に緊張が生まれる。誰が実権を握るか、その争いの中に、王妃の署名は静かに差し込まれていく。彼女の意志は問われない。ただ、印を押すたびに、その指先が少し冷えてゆく。王が正気を保っている日、イザボーは決して泣かなかった。代わりに、白い手袋をそっと外し、王の袖を整える。言葉ではなく、身のこなしで平穏を伝えるような所作が、彼女の祈りだったのだろう。廊下に灯るろうそくの光が、ゆっくりと揺れる。王と共に立ち尽くすその背には、誰にも見えない代役の王冠が乗っていた。第2章、鏡と玉座、二つの王妃。シャルル6世の発作が常態化すると、王権の座は空席に等しいものとなった。宮廷では、誰が代わりに玉座に座るのかが問題となり、名ばかりの王位は、署名と勅令をめぐる戦場と化す。その中央に立たされたのが、王妃イザボーである。彼女の署名は、次第に国王の意志として、流通し始めた。だがその実、印の重さを担わされる一方で、彼女自身の言葉は歴史にほとんど残らない。残されているのは、肖像画の中の静かな微笑と、冷えた玉座の隣に佇む姿ばかりである。宮廷では、王妃を支持するブルゴーニュ派と、王の弟、オルレアン公を擁するアルマニャック派が激しく対立していた。政治は分裂し、パリの通りでは、民衆の不満が鬱積していく。王の狂気と清掃の板挟みの中で、イザボーは沈黙を武器にするしかなかった。ある日、彼女は自室に飾られた鏡を覆わせた。美しさは誤解を生む、そう語ったという逸話も残る。王妃の魅力は、しばしば悪意と結びつき、隠遁、傲慢、背信といった言葉で飾られた。鏡に映る自分の姿さえ、誰かの物語に乗っ取られることを、彼女は理解していたのだろう。イザボーは、性的の口を塞がず、美貌を否定することもしなかった。語らないことで、自らの存在を空白として機能させたのである。空白は、見る者によって姿を変える。ある者にとっては、権力の内向者、またある者にとっては、亡国の魔女。彼女の像は、語られなかったがゆえに、無数の仮面をかぶせられていった。その頃、イザボーはある決断を迫られていた。夫の発作中、王権を代行する法的な承認を正式に受けるかどうか。
王の凶器を公式に記録するということは、夫を否定し、王国の正当性にも一石を投じる行為だった。イザボーは、迷いなく署名した。署名は一行に過ぎない。だがその裏には、王としての愛を断ち切る、静かな定念が宿っていた。涙もなく、感情の言葉も添えられないその行為こそが、彼女にとっての第二の結婚だったのかもしれない。この日を境に、宮廷では、二人の王が語られるようになる。一人は、狂気に沈む王。もう一人は、沈黙で国を動かす王妃。玉座に座ることはなかったが、彼女の視線が向いた先で、国の進路が決まっていくようになっていた。第3章、署名する手と、裏切りの噂。政務の中心に置かれたイザボーの手には、王印を刻む力が宿されていた。けれど、その手に握られたものは、王の意志ではなく、しばしば誰かの意図だった。書簡には、貴族たちの命令が、まるで王の決断であるかのように記されてゆく。イザボーは、代筆者たちに目を通し、静かに署名を加えるだけだった。シャルル王が、正気に戻るたびに、彼女は控えめに身を引く。だが、王の意識が遠のくと、再び筆を取らねばならなかった。その繰り返しの中で、誰が国を動かしているのか、境界が曖昧になっていく。やがて、政敵たちの口から裏切り、堕落、密通といった言葉が囁かれ始める。ブルゴーニ公と密通し、王子たちの決闘を要した、そんな噂が宮廷に広がった。実際には証拠も記録も残されていない。それでも、女性が政務に関わるという事実そのものが、想像を過激にし、欲望と悪意の投影先となっていった。ある公文書には、王妃の署名とともに、重税政策の容認が記されていた。民衆の怒りは、名も知らぬ宰相ではなく、書いたもの、イザボーに向いた。その手が握っていたのが、王印か独筆かは問われず、ただ書いたという一点が責められた。イザボーは黙して語らなかった。抗弁も、否定も、釈明もなかった。まるで、噂という濁流を、ただ体ごと受け流すような静けさでそこにいた。その静けさは、沈黙の潔白ではなく、もっと違う何か。例えば、もう誰にも伝わらないという諦めにも似た感情だったのかもしれない。子供たちとの距離も遠ざかっていった。王太子たちは成長するにつれ、母を避けるようになる。誰が何を吹き込んだのかはわからない。だが、王妃という名前の下に裏切りという言葉が貼り付けられたとき、その孤独は、もはや説明を要さなかった。ある夜、イザボーは書簡にそっと小さな十字を添えた。それは署名ではなく、祈りのような記号である。その手は疲れていた。筆先は震えていた。けれど、誰にも見せることなく、そのまま書簡を封じた。書くことと黙ること。その間に、どれほど多くの言葉を飲み込んできたのだろう。残るのは、紙の上に乾いたインクの色だけである。その後が語るのは、沈黙に生きた女、最も声にならなかった時代である。第4章、パリの炎、こう抱く女。1418年、パリは炎に包まれていた。ブルゴーニュ派とアルマニャック派の争いが頂点に達し、王都は略奪と虐殺の舞台と化した。宮廷の奥深く、イザボーは一人の幼子を胸に抱え、祈るようにして揺れていた。火の粉はまだ遠い。それでも、窓の向こうでは、人々の叫びがこだましていた。この時、彼女のそばにいたのは、まだ年若い王女、カトリーヌ。後にイングランド王妃となるその少女は、母の沈黙をただ見つめていた。言葉はなかった。手だけが、何かを伝えようとするように、衣の裾をそっと、握り返していた。イザボーは王宮を脱出する際、絹ではなく、粗末な布のマントを羽織っていたという。王妃ではなく、一人の女として逃げることを選んだ姿だった。もはや玉座も冠も意味を持たず、子を守るというただ一つの意志だけが、彼女の背を押していた。だがその道は、決して清廉な非難ではなかった。ブルゴーニュ派に加担し、敵対する貴族を排除する、勅令に再び署名する。
その筆跡はすでに慣れきっていたが、心が込められていたとは限らない。それは選択ではなく、残された唯一の手段だったのかもしれない。宮廷はすでに、母としての居場所を与えなかった。息子シャルル。後のシャルル7世は、アルマニャック派に保護され、母に背を向けた。娘たちは政略結婚によって散り、手紙の返事もまばらとなった。家族とは、血ではなく、政治の線で惹かれるものとなっていた。ある晩、宮廷から脱出する途中の馬車で、イザボーは眠る娘の額にそっと手を置いた。その手のぬくもりだけが、彼女が今の母であることを証明していた。火の手は遠ざかり、夜はようやく静けさを取り戻していた。だが、その静けさは平穏ではなかった。燃え尽きた書簡、破かれた勅令、失われた肖像。かつて王妃であった女の痕跡は、あまりに脆く、あまりに静かだった。この章の終わりに残るのは、王妃という称号ではなく、ただ子を抱いたまま、声一つ発せずに夜を越えた女の背中である。その沈黙こそが、かつて王国を守ったもう一つの盾だったのかもしれない。第5章、誰にも見られなかった埋葬。1451年、イザボード・バビエールは死んだ。その死は、王妃としての栄華でも、悪女としての終焉でもなかった。誰にも見取られず、誰にも称えられず、ただ記録の隅に一行だけが書き残されている。王妃、埋葬されず。彼女の遺体は、死後しばらくの間、未処理のまま王宮の一室に安置されていたという。清掃の果てに、彼女の存在そのものが政治的な火種として扱われていた。王であるシャルル7世、かつての息子は、その死を公に悼むことすらしなかった。イザボーは、王妃としての正規の墓所を与えられなかった。サンドニ大聖堂ではなく、無名の修道院に、匿名の遺体として葬られた。墓碑銘も、石像も、記念のレリーフも存在しない。人々の記憶から、彼女の声はごく自然に消えた。だが、その沈黙こそが、最後の語られぬ物語となった。悪女として名を刻まれることも、王妃として称えられることもない。まるで王国の裂け目に落ちたような最後。だが、彼女が書いた勅令、署名した講話、残した子たちは、今なお歴史の中で動き続けている。シャルル、6世の狂気とともに、国が揺れ、内戦が燃え盛り、イングランドとの和平も政略も、すべてが渦巻いたあの時代において、語られなかったということは、政治と性の両面で、口を封じられたということに他ならない。イザボーの名、その後何世紀にもわたって悪女の典型として伝えられた。それが誰の手による物語だったのか、記録は語らない。ある資料には、王宮に小さく鳴り響いた鐘の音が記されている。その音は、早々の合図ではなく、修道院の幽谷の祈りだったという。空前か、あるいは配慮か。だが、鐘は誰の名も呼ばず、ただ空に溶けて消えていった。その音の後に続くものは何もない。だが、静けさの中に一つの問いだけが残る。彼女は、本当に誰にも見取られなかったのか？部屋の隅に伏せられた鏡。焼けた書簡の断片。どこにも記されなかったその祈りが、今も歴史の片隅で誰かに語られる日を待っているのかもしれない。今回の動画は以上となります。イザボード・バビエール。悪女と呼ばれ、政治の影に押し込まれた彼女の人生は、名誉でも名声でもなく、ただ沈黙と共にあったのかもしれません。王妃として、母として、そして一人の女として、語られなかった言葉の数だけ、彼女の存在は空白として残されました。その空白に、私たちは今、そっと目を向けます。忘れられた誰かの背中が、静かに語りかけてくるように。最後までご覧いただき、ありがとうございました。このチャンネルでは、語られなかった歴史の裏側と、名もなき者たちの人生に光を当てています。ご意見や感想があれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。そして、また次の物語でお会いできるよう、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは、
またお会いしましょう。